皆さんこんにちは。持田あかりです。今日はダイソーのクラフトテープヤーンを使ったトートバッグの編み方をご紹介します。ぺたんこのシンプルなトートバッグです。この作品は好きなサイズに調整して編むことができます。できるだけ丁寧に説明していきますので、ぜひ動画を見ながら一緒に編んでみてください。それではスタート。まずはこの作品で使う編み方です。画面をご確認ください。それぞれの編み方は動画の中で説明していますので、編んだことがない編み方があっても安心してチャレンジしてみてください。次に出来上がりサイズです。画面をご確認ください。この作品はサイズを自由に調整することができます。使用した毛糸はダイソークラフトテープヤーンです。160g 程度使用しました。必要な道具はかぎ針、ハサミ、とじ針、マーカーです。かぎ針は10号 6mm を使用しました。この作品の大まかな編み方を説明します。1、底面を編む。バッグの底の部分から編み始めます。この部分は好きな長さに調節できます。2、側面を編む。袋になるように編んでいきます。ここもお好きな長さまで編んでいきます。3、持ち手を編み縫い付ける。エビコードで持ち手を編み縫い付けます。持ち手もお好きな長さに調節できます。それでは早速編み始めましょう。それでは編んでいきます。まずは結び目を作って針に糸をつけます。この部分の糸を後ろから前へ押すようにして針先を1回転させます。根元を左手で挟んで持って糸をかけてループから引き抜きます。引き抜いたら少し引っ張って結び目を小さくしておきます。これで針に糸がつきました。作り目の鎖編みを30回編みます。鎖編みの編み方は針に糸をかけてループから引き抜く。これが鎖編みです。針に糸をかけてループから引き抜く。作り目の鎖編みはきつく編みすぎてしまうと次の段を編むのが大変になってしまうので、ゆったりめに編んでおくのがおすすめです。全部で30回鎖編みを編んでください。バッグのサイズを変えたい方はこの作り目の鎖編みの数を増やしたり減らしたりして調節してください。作り目は何目にしても構いません。鎖編みを30回編み終わりました。30回目の鎖編みにマーカーをつけておきます。マーカーはこのように三つ編みのような V 字に見える部分の下にマーカーが通るようにつけておいてください。これで作り目の鎖編みが編めました。1段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編みを30回編みます。
編む場所は鎖編みの裏山です。三つ編みのように見えるのが鎖編みの表で、ひっくり返した面が裏になります。裏側には真ん中にポコポコと毛糸が出ていると思いますので、この部分に細編みを編んでいきます。ここが鎖編みの裏山です。一番最初に編むのは作り目の30目めのところなので、先ほどマーカーをつけたこの部分になります。マーカーが通っているのと同じ場所に針を入れて細編みを編んでいきます。この場所を覚えておいてマーカーを外します。マーカーが通っていたところに針を入れます。では細編みを編んでいきます。針に糸をかけて鎖編みから引き出します。針に糸をかけて2本のループを引き抜きます。これが細編みです。段の最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。マーカーはこのようにかぎ針から一番近い V 字のように見える部分の下につけておいてください。そしてさらにこの細編みを編んだ根元の部分にもまたマーカーをつけておきます。これは30目めの作り目のところにつけたのと同じ場所です。根元にもマーカーをつけました。次の目からも同じ要領で細編みを編んでいきます。まず鎖編みの裏山、ここに針を入れます。糸をかけて引き出します。糸をかけて2本のループを引き抜きます。このように1つの鎖に対して1回ずつ細編みを編んでいってください。細編みを30回編み終わりました。作り目の鎖編みすべてに細編みが編まれた状態です。30回目の細編みの根元にもマーカーをつけておきます。マーカーをつけました。編み地を返します。編み地の上下をひっくり返してください。今編んでいた細編みが下、作り目が上になりました。細編み2目編み入れるを編みます。細編み2目編み入れるとは、1つの目に2回細編みを編むという意味です。先ほどマーカーをつけたこの根元の部分に編んでいきます。マーカーがついていたところに針を入れて細編みを2回編んでください。細編みが2回編めました。これで細編み2目編み入れるが編めたということになります。一番端の鎖編みのところには全部で3回細編みが編まれた状態になっています。細編みを28回編みます。作り目の鎖編みの V 字に見える部分の下に針を入れて、
細編みを28回編んでいきます。同じ要領で隣の鎖の V 字に見える部分の下に針を入れ、細編みを編んでいきます。28回編んでください。細編みを28回編み終わりました。一番最初の目を編んだ時、根元にマーカーをつけましたが、そのマーカーがついている目の一つ手前まで編み終わった状態です。細編み2目編み入れるを編みます。一番最初の目を編んだ時、根元にマーカーをつけましたが、そのマーカーがついているところに編んでください。同じ場所に2回細編みを編みます。細編み2目編み入れるが編めました。これで1段目の目がすべて編めたので、一番最後に編んだ目にマーカーをつけておきます。一番最初の目に引き抜き編みをします。一番最初の目を編んだ時、マーカーをつけたので、このマーカーが通っているのと同じ部分に針を入れます。マーカーを外して、マーカーが通っていた部分に針を入れます。引き抜き編みを編みます。針に糸をかけたら、今針にかかっているすべてのループを引き抜きます。これで1段目が編めました。1段目を編み終わるとこのような状態になっています。2段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。2回編みました。長編みを62回編みます。一般的に長編みを編む際は、立ち上がりの鎖編みを3回編んで、その鎖3目を最初の1目とカウントするのですが、今回は変則的に立ち上がりを鎖2目にして、その2目は目の数に数えず無視して編んでいきます。ですので、最初の長編みを編むのは、前の段で引き抜き編みをした立ち上がりの根元の目に編んでいきます。では長編みを編みます。針に糸をかけて、前の段で引き抜き編みをしたところにもう一度針を入れます。糸をかけて引き出します。針に3本糸がかかっている状態になりました。糸をかけて3本のうち2本のループを引き抜きます。もう一度糸をかけて残った2本のループも引き抜きます。これで長編みが編めました。最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。マーカーをつけました。次の目からも同じ要領で編んでいきます。針に糸をかけて前の段の細編みの頭に針を入れます。糸をかけて引き出して糸をかけて3本のうち2本のループを引き抜きます。糸をかけて残った2本のループを引き抜きます。このように全部で62回長編みを編んでいってください。
同じ要領で前の段の細編みの頭の部分にぐるっと一周長編みを編んでいきます。段の最後の目にはマーカーがつけてあります。このマーカーがついている目に最後の62回目の長編みを編みます。62回目の長編みが編めました。段の最後の目を編んだらまたマーカーをつけておきます。一番最初の目に引き抜き編みをします。一番最初の目はマーカーがついているこの目なのですが、この状態だと目と目が遠いので、このように折り曲げて目を近づけます。編んでいる時に自分の方に向いている面がバッグの外側になりますので、全体の向きを整えて、編んでいた時自分の方に向いていた方が外側になるようにしておきます。そしてマーカーがついている段の最初の目に引き抜き編みをします。引き抜き編みが編めました。これで2段目が編めました。2段目を編み終わるとこのような状態です。編んでいた時自分の方に向いていた面がバッグの外側になります。3段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編みを62回編みます。細編みを編む際は立ち上がりの鎖編みを目の数に数えないので、今回も前の段で引き抜き編みをした時に針を入れたこの目から編み始めます。最初の細編みを編んで、段の最初の目を編めたらマーカーをつけておきます。この先も同じように前の段の目に針を入れて細編みを編んでいきます。全部で62回編んでください。一番最後の62回目の細編みはマーカーがついている段の最後の目に編みます。段の最後の目を編めたらまたマーカーをつけておきます。これで62回細編みが編めました。最初の目に引き抜き編みをします。マーカーがついている段の最初の目に針を入れて糸をかけて引き抜き編みをしてください。これで3段目が編めました。4段目以降は2段目の編み方と3段目の編み方を繰り返してお好きな長さになるまで編んでいってください。私は25段目まで編みます。25段目まで編み終わりました。26段目を編みます。この段は縁取りを編む段です。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。
立ち上がりの鎖が編めたら、この鎖にマーカーをつけておきます。立ち上がりの鎖にマーカーをつけました。バック細編みを62回編みます。バック細編みというのは、左から右へ向かって編んでいく細編みのことです。編み方は普通の細編みと同じですが、編む方向だけが違います。まずは、前の段の一番最後の目、マーカーがついているこの目に1目目のバック細編みを編んでいきます。マーカーを外して、マーカーがついていた目に針を入れます。ここからは細編みと同じ要領で編んでいきます。針に糸をかけて、この時いつも通りの方向ではかけられないので、上から糸を押さえるようにして針にかけて OK です。編み地から引き出します。糸をかけて2本のループを引き抜きます。これがバック細編みです。同じ要領で62回編んでいきます。次は右隣の目に針を入れます。糸をかけて、この時針で指にかけた糸を押すようにしてかけます。編み地から引き出します。糸をかけて2本のループを引き抜きます。これを繰り返していきます。バック細編みを61回編んだところです。最後の62回目のバック細編みは、前の段で引き抜き編みをしたところに編んでください。これで全ての目にバック細編みが編めて、62回バック細編みが編めました。最後の部分をとじ針を使って閉じていきます。針にかかっている糸を10センチから20センチほど引き出してカットします。この糸をとじ針に通してください。とじ針に通しました。最後を閉じていきます。マーカーがつけてあるこの段の立ち上がりの鎖編みのところに針を入れます。この場所を覚えておいてマーカーを外します。マーカーがついていたところに針を入れます。今度は裏面の適当な場所に針を入れて、この辺りから左に向かって糸を糸始末していきます。針を入れる場所に決まりはありませんので、適当なところに針を刺していけば OK です。
5センチから10センチほど編み地の中に糸端が入れば OK です。余った糸はカットします。これで最後の部分がつながりました。これでバッグの本体が完成しました。次に持ち手を編んでいきます。それでは持ち手のエビコードを編んでいきます。今までの毛糸だとすごく分かりにくいので、説明のために違う毛糸で編んでいきます。糸端を20センチから30センチほど残したところから編み始めてください。長く残した糸端はこの後持ち手を本体に縫い付けるときに使います。それでは編んでいきます。まずは結び目を作って針に糸をつけていきます。この部分の糸を後ろから前へ押すようにして1回転させ、根元の部分を挟んで持ちます。糸をかけてループから引き抜きます。少し引っ張って結び目を小さくしておきます。これで針に糸がつきました。まずは鎖編みを2回編みます。1、2、2回編みました。1つ目の鎖の向こう半目と裏山に細編みを編みます。難しそうに感じるかもしれませんが、動画と一緒に編んでいけば大丈夫なので、動画を見ながらやってみてください。では、最初の鎖編みの真ん中に針を入れます。真ん中に針を刺して、鎖の手前1本だけが針にかかるようにします。鎖の手前1本だけが針にかかったら、針の向きを変えます。向きを変えると1本だった毛糸が2本になって見えると思います。これで鎖の向こう半目と裏山が針にかかった状態になりました。このまま細編みを編んでいきます。糸をかけて引き出して、糸をかけて2本のループを引き抜きます。これで1つ目の鎖に細編みが編めました。次に2つ目の鎖にも細編みを編んでいきます。この部分が2つ目の鎖です。上から下へ刺すような感じで2つ目の鎖に針を入れます。針を入れたら向きを変えます。この状態で細編みを編みます。糸をかけて最初のループから引き出して、糸をかけて2本のループを引き抜きます。ここから先は同じ動作の繰り返しになります。針の近くにあるこの2本の糸に針を入れ、細編みを編むというのを繰り返していきます。上から下へ刺すような感じで、この部分の2本のループに針を入れます。
針を入れたら向きをぐるっと回転させ、細編みを編みます。糸をかけて2本のループから引き出します。糸をかけて2本のループを引き抜きます。この動作を繰り返します。この部分の2本の毛糸に上から針を入れて、針が入ったら編み地をぐるっと回転させます。そして細編みを編みます。これを繰り返して好きな長さになるまでコードを編んでいってください。55センチほどコードを編みました。3センチから5センチぐらいはバッグに縫い付けますので、縫い付ける分の長さを考慮したコードの長さにしておいてください。コードを編み終わるときは、鎖編みを1回編んで、針にかかっている糸を20センチから30センチぐらい引き出してカットします。最後の部分を少し引くと、最後に編んだ鎖編みが小さくなって、この部分がほどけなくなります。同じ要領でもう1本コードを編んでください。コードを縫い付けていきます。つけたい場所にマーカーなどで印をつけておくのがおすすめです。コードは外側に見えるようにつけてもいいですし、内側に縫い付けてもどちらでも良いと思います。内側に縫い付けたい方は、この本体を裏に返して縫い付けられるようにしておいてください。長く残しておいた糸端をとじ針に通して、この糸で縫い付けていきます。縫い方に特に決まりはありませんので、しっかりと持ち手がつくように、このコードと本体の部分を縫い合わせていってください。この部分は力がかかりやすいので、何回か繰り返し縫っておくのがおすすめです。何回か縫えたら、この糸を糸始末します。今縫ったこの中を通すような感じで糸始末すると良いと思います。端まで糸を糸始末したら、このままカットしても良いですし、より強度を出したい場合はもう一度戻る方向に糸始末をしておくのもおすすめです。
余った糸はカットします。これで持ち手がつけられました。反対側も同じ要領でつけて、2本の持ち手をつけてください。持ち手2本とタグをつけました。これで完成です。お疲れ様でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。